お待たせ。どこ行ってたんだぜ。後半の準備だけど。準備って何の準備だぜ。暗転してとんずらこいてただけじゃねえか。俺は一人暗闇に取り残されてたんだぞ。それがまさにキュービズムの世界よ。私がいなくなった瞬間、あなたの宇宙から私の実在は消えた。私が戻ってきた今、あなたの信念が、霊夢がいるに更新されただけ。キュービズム、量子力学はあなたの主観を更新する道具だ。ってやつか。いや待て、聞き方変えるぞ。俺がいない間霊夢はどこにいたんだぜ。あなたが観測していない時の私の居場所を、量子力学は答えないわ。それがコペンハーゲン解釈から続く量子力学公式ルールだからね。仕方ないね。キュービズムでもそこは変わらないんだよね。意地でも答えないってことか。そう。でもね、ここからが逃げ道の入り口。キュービズムがやった一番ひどいことはね、あの神聖な波動関数を、ただの確率のリストに格下げしちゃったことなの。キュービズムにとって波動関数プサイは宇宙のどこかに漂っている実体じゃない。それは観測者が持っている的中予想シート、期待値に過ぎないの。まずそこがよくわかんねえんだぜ。例えば明日雨が降る確率 70% というのは宇宙の客観的な事実じゃなくて今持っている情報に基づくあなたの信念の強さのことなのよ。気象予報士が持っている情報から明日の天気を予測した結果、彼の信念に基づいて降水確率 70% と言ってて、それを聞いたあなたの信念が気象予報士が降水確率 70% って言ってるな。明日は傘持っていこう。となる。キュービズムはこれと同じことを量子力学の確率にも当てはめるの。それは宇宙を記述する数式がただの予報になったってことか。そうそう。二重スリットで電子が右に行く確率 50% というのは宇宙の客観的な状態ではなく、あなたがその電子に対して持っている信念の度合いだということ。つまり確率が左右 50% ずつというのがもう宇宙に書かれたルール、つまり客観的事実ではないの。じゃあ俺が絶対右に行くと強く信じたら右に行くのか。それはテレパシー、オカルト、このチャンネルの守備範囲じゃないよ。ですよね。キュービズムが言っているのは、観測という行為によってあなたが宇宙から返事をもらうということ。その返事の内容があなたの信念を更新する。量子力学はその更新のルールを記述しているというのよ。ってことはだぞ。不確定性原理でボーアじゃなくてハイゼンベルクが完全否定した因果律が復活してんの。鋭いね。でも復活したのはニュートンが信じていた時計仕掛けの因果律じゃない。旧来の因果律は宇宙の歯車が A から B へ伝達して勝手に回るというものだったけど、キュービズムが提唱するのはアクションに対するリアクションという因果律なの。ボケとツッコミ、これを漫才型因果というわ。なわけあるかい。そう。今のがエージェント観測者による参加型因果、パーティシパトリーコーザリティ。私がアクションしてあなたがリアクションをした。キュービズムでの私たちと宇宙の関係は漫才になってるの。慣れないことしてバッチリ滑ってやがるんだぜ。かわいそう。ねえ、そっとしておいてくれる？はい。つまり俺のボケ次第で宇宙は様々な結果をツッコミとして現実化するわけだな。そう。あなたの問いが宇宙の答えを確定させる。じゃあ俺がどう進もうが、行く先々でその瞬間は現実化するんだから、宇宙は時間すらもその場で実現するのか。シュレディンガー方程式には時間の概念も入ってるんだぜ。震えるね。その時間こそがアインシュタインが最後まで量子力学を許せなかった最大のバグなのよ。シュレディンガー方程式には確かに t、時間の変数は入っている。でもね、キュービズムにおいて、その t は宇宙が刻んでいる客観的な時間じゃないの。じゃあ何なんだよ。あなたが次の予測を更新するまでのタイムスタンプ、更新履歴よ。タイムスタンプ。そう。時間が先にあって、その中を私たちが流れているんじゃない。あなたがボケ、アクションをかまして、宇宙から突っ込み、リアクションを受け取り、あなたの信念が更新される。この情報の書き換えの順番のことを、私たちは時間と呼んでいるだけなの。例えがわかりにくいんだぜ。要するに犬のマーキングみたいなもんだろ。ってことは、俺が観測というアクションを起こさない限り、
宇宙の時間は進まないってこと。進まないというか、定義すらされないは、観測者、エージェントが何も処理していないとき、宇宙は完全に待ちの状態。まあ息してるだけでもアクションしてることになるから、生きている限り、宇宙の完全待ち受け状態もないんだけどね。時間とは、宇宙の物理的な次元ではなく、あなたの意識の演算速度、そのものなのよ。うわ、時間すら俺の処理速度の話だったのかよ。そう。だから、観測していない時の月に、時間が流れていると考えること自体が、キュービズム的にはナンセンスなの。アインシュタインが、過去、現在、未来の区別は永続的な錯覚に過ぎない、と言い残したのは、一般相対性理論を突き詰めた結果、時間は空間と同じただの座標軸に過ぎないという結論に至ったからなの。過去も現在も未来も、物理学的には全て等しく実在している。今この瞬間だ特別だ、という感覚は、人間の知覚が作り出した錯覚だということね。キュービズムの結論は一般相対性理論と矛盾してないってことじゃん。そうだね。ニュートンの絶対時間を否定している点では同じだね。アインシュタインは相対論で、時間は観測者の動き方で伸び縮みする、宇宙の地図、幾何学の一部だと言った。時間は絶対的な紙の刻みではなく、観測者の座標系に依存する相対的なものだと。ああ、止まってるやつと動いてるやつで、時計の進みが違うってやつだな。そう。そしてキュービズムは一歩踏み込んで、その相対的な時間の正体を観測者の経験の順序、タイムスタンプだと定義し直した。アインシュタインにとっての時間は歪むゴムの膜だったけど、キュービズムにとっての時間はあなたの意識がめくったページの順番なの。ゴムの膜か本のページか、でもどっちも宇宙全体で共通の時計なんてねえよって言ってるのは同じじゃんよ。その通り。だからキュービズムはアインシュタイン的に正しい時間観をさらに過激にアップデートした理論だと言えるわね。どちらを採用しても宇宙が刻む標準時なんてものはこの世界には存在しないという絶望的なバグが確定してしまう。バグというかこれ、宇宙には絶対時間は存在しないって物理学的に正解じゃないの。アインシュタインもそう言ってて、全部筋通ってんだから即採用だろ。って思うじゃない。理屈が通り過ぎているからこそ、即採用したその結果は恐ろしいものになるの。なんだよ、絶対時間なんてねえんだから、各々の時計で更新すりゃいいじゃん。量子力学というか物理学の数式はね、時間は全観測者に共通の背景として流れる絶対的な座標として書かれているの。つまりいかなる観測系も絶対時間で物理法則につなぎ止めてるってこと。キュービズムでは時間すら観測者の主観にしてしまうのだけれど、そうなると観測者ごとに数式を書き直さないと物理法則自体が成り立たなくなってしまう。V=AT から書き直し。そうね。QFT 含めて全部だね。ただし一般相対性理論は例外よ。アインシュタインはすでに絶対時間を捨てた設計で書いているから。ちなみにループ量子重力では基本方程式から時間を外しているんだけれど、その理由は全く同じで、絶対時間は存在しない。LQG では相互作用の順序関係から時間が現れるってことになってるんだよね。でも困るのは物理学者だけじゃん。実害ないんだぜ。あなた甘いわよ。物理学者が泣きを見るだけなら、私もこんなにモヤモヤしてないわよ。最大の実害はね、あなたと私の間にある、今という時間の保証が消えることなの。今の保証。そう。LINE で想像してみて、あなたがメッセージを送っても、相手が読むまで既読はつかない。あなたの画面では、今送ったのに、相手の画面ではまだ未来の出来事かもしれない。既読スルーは宇宙の同期ずれだったのか。そう。LINE でこれが問題にならないのは、文通という、絶対時間が存在する人類共通のプロトコルだから、もし絶対時間が存在しないということになれば、二人の間で起きる同期ずれ、ラグを修正する手段は、この宇宙のどこにも存在しないという意味にもなる。じゃあ、俺が今レイムと話してるこの会話も、実は動機がずれたまま無理やり保管されてるってことか。正解。キュービズムの世界ではね、客観的な事実なんてどこにもないの。あるのは、エージェント、観測者同士が情報をパケット交換して、必死に辻褄を合わせている通信ログだけ。もし通信
相互作用が途絶えたら、あなたの宇宙と私の宇宙は、それぞれ自分勝手なタイミングで全く別の現実を想像し始める。二人が再会した時、どっちの現実が本物かを決める審判は、もうどこにもいないのよ。でもマスタークロックだけ打ち合わせて決めればいいじゃん。これで万事解決。配給リズム採用決定。甘いんだってばさ。その打ち合わせが物理法則で禁止されてるって言ったらどうする？はあ、時計を合わせるだけだぜ。せーのでボタンを押せばいいじゃん。キュービズムのルールをしっかり思い出して、他人はあなたにとって量子系なの。あなたが私の時計を観測した瞬間、それは私の時間じゃなくて、あなたの信念が更新された結果の時間になっちゃうのよ。他人の時計現実を自分の時計と同じ精度で覗き見ることはできない、という残酷な制限がかかっているの。ああ、そうだった。でもたかが時計なんだから大体やってればいいじゃん。俺たち二人で話してる分には大きな問題にはならないんだぜ。ってことで俺はキュービズム推しなんだぜ。ああ言えばこういう、大体で済むならいいわよ。でもね、もし私が猫の死を見て泣いているのに、あなたが私を観測した時に、レイムは猫の生を見て喜んでいる、という現実を想像しちゃったら、どうするの？それでは全く噛み合わないんだぜ。一緒に喜んでるのにからかってる現実が出来上がるかもしれないんだぜ。これが前編で話したリグナーの友人。ちょっとしたズレじゃない。起きたこと、事実そのものが観測者ごとに真逆の結果として確定してしまう可能性を量子力学は否定できないの。キュービズムを押すってことはね、この宇宙に自分と同じ事実を共有している人間は一人もいないという究極の孤独を受け入れるってことなのよ。あなたが見ている私の笑顔すらあなたが勝手に作った的中予想の結果かもしれない。それでもあなたはキュービズムがいいって言える。キュービズムって量子力学の中で一番安心感のあるいいこと尽くしのゆるい理論だと思ってたのに全然違うじゃんよ。そういうことなの。ひょっとしたらあなたが嬉しいと感じることが別の観測者から見たらとんでもなく屈辱的なことで、それをみんなが独自に変換して嬉しいこととして合意が取れているだけなのかもしれない。感情表現すら共有してないって恐ろしすぎるんだぜ。そう。これがキュービズムの結論なのよ。そして2019年の実験で、この事実の不一致が実際に観測されてしまったの。マッサール・ブルックナーらが提案、実験した拡張ウィグナーの友人実験。実験って思考実験じゃなくて本当にやったのか、友人が重ね合わせで出現するのか。違うわよ。4人の観測者と6つの講師を使ってやったの。セットアップがちょっとややこしいのでできるだけ簡単に説明するね。おう。友人と友人の脳内変換なしで頼むぜ。めんどくさいから。まず1個の講師から非線形結晶でもつれ合ったペアの講師を取り出すの。いきなりわけわかんないこと言ってるんだぜ。素粒子がなんで2つに割れるんだぜ。物理的に二分割するんじゃないの。スイカを割るのとは違うわ。非線形結晶っていうのはね、いわば光の通貨両替所なの。1000円札1枚を500円玉2枚に両替したのと同じ。つまり500円玉2枚で1000円なので価値は変わらない。そしてこの2つの500円玉自体が元の1000円札の共通の記憶を持ってる。エネルギー保存則か。つまり等価の情報を持ったもつれ粒子ってことだな。そうそう。場の量子論で素粒子をイメージすれば、光子は硬い玉ではなく場の揺らぎよね。高周波の波が非線形結晶という浅瀬にぶつかって、小さな2つの低周波に分裂しただけのことなの。真っ二つに割れんじゃなくて、同じ親から生まれた双子の光子にしたってことか。それなら納得なんだぜ。そう。これを3回繰り返して、2組の測定用もつれ光子のペアと、測定を通知するためのペア、ヘラルド光子を作る。で、その双子の光子をどうするんだぜ。2つの密閉ラボの中に、それぞれジェンとボブの友人が1人ずつ入ってる。そこに量子もつれした光子のペアを送り込んで、友人たちが測定する健康状態、つまり縦か横か、友人たちは結果を確定させて記録するの。ジェーンの友人が A、ボブの友人が B、それぞれ測定して記録する。次に C と D も同様に測定記録する。ほう、それが友人の主観での事実ってことだな。そう。次にその測定済みの光子をラボの外に転送して、外にいるジェーンとボブが全く別の測定、ベル測定を行うの。なんで同じ測定しないんだぜ。ずるじゃねえの。
だって同じ測定をするんだったら、同じ主観で見るのと同じじゃない。もう変更は確定して、講師がその情報を持ってるんだから、同じ結果になるって分かってる同じ測定は意味ないの。同じ講師を違う角度から観測することがこの実験の肝なのよ。4人全員が測定結果を記録して、後で照らし合わせるのよ。なるほど。で、どうなったんだぜ。友人が確定させたはずの事実が、外から見ると確定していなかったことになっていたのよ。量子的な重ね合わせの証拠である干渉島が現れた。つまり友人らが測定済みのはずの光子をベル測定できたという時点で、完全に光子はリセット、波動関数に戻っているということになる。ヘラルド光子の通知はあったし、友人たちの記録メモには確かに測定結果が残っている。でもジェーンとボブの測定結果と照らし合わせると、数学的な一貫性がないレベルで一致しない。しかも全員の記録が正しい測定結果として残っているの。つまり何もかもが矛盾してるのに事実だと。そう、記録されたメモ、測定完了の通知、そしてできないはずの測定、3つの矛盾が同時に実験室で実際に起きてしまったのよ。もつれたペアの粒子は片方が決まるともう片方は勝手に決まるんだから、友人同士の測定結果だけは絶対矛盾してないはずだろ。いいところに気がついたね。でもそれすらも矛盾してた。これはベルの不等式の時と同じで、隠れた変数でも説明できないということ。不可逆な相互作用であるデコヒーレンスも、そして観測されたペアの粒子は必ず反相関になるという、量子力学の当たり前でさえ、観測者が異なる、つまり同期していないという前提の前では成立しなかったの。これはウィグナーの、量子力学はそんな奇妙なことがあっても仕様だと言い張るつもりなのか、という1961年の問いへの答えなの。答えは、はい、仕様ですだったのよ。ORT の仕様ですが60年越しに実験で証明されたってこと。そうとも言えるし、仕様ですでは済まないという実験が突きつけたとも言えるわ。局所性と自由意志という前提を保つ限り、この宇宙には観測者に独立した客観的な事実は存在しない、ということが実験事実として確定してしまったの。1964年にベルが、客観的な実在があるなら測定結果はこの不等式を必ず満たす、と導いて、実験でそれが破れたあの時と同じ構図よ。数式上の話が実験で確定してしまうという。そんなわけないと思ってたことが実験で、そうでしたになったのか。こうなってくるとヘラルド光子の通知すらも怪しいし、そもそも測定という行為自体を観測できないようにセットアップしたんだから、友人の測定が正確に行われたかどうか、本人たちにしかわからないんだぜ。そうだね。でもこればっかりは本人たちも証明できないんだよね。これがまさにキュービズム。客観性なんて存在しないの。友人たちが、本当だよ、ちゃんとやったよ、メモだって残してるじゃん。ジェーンとボブ、だって全然会ってないしメモなんてやってなくても書けるし、ベル測定できちゃったし、他人と関わろうとすると全て疑心暗鬼、悪魔の証明。何一つ合意できることなどないの。絶対時間が存在しないこの宇宙だからこそ、この実験結果を受け入れなくてはならないということなの。この実験でキュービズム大勝利じゃん。まずいじゃん。そう、ベルの不等式が隠れた変数という逃げ道を封じたなら、この実験は観測者独立の客観的事実という逃げ道を封じたのよ。そしてこれがあなたがずっと気にしていた曲がった角の先にいる別の観測者プサイ、そしてあなたがさっき指先で確定させたコミュニティアンケートのプサイの正体ということになるわ。さすがにこれは立体ホラーすぎんだろ。冒頭で俺が言ってた観測する前のことに答えないのは欠陥だって話、ガチで物理学の首を絞めるブーメランになってるんじゃねえのか。その通り、100年前の物理学者たちが賢い設計思想だと思って棚上げしたあの問いが今や最悪の呪いとして牙を向いているのよ。量子力学が観測する以前に一体何が起きているのか。物理学は今この答えたくない問いに対して意地でも説明しなくてはならなくなってしまったの。そうしないとこの世界から客観性が完全に消えてしまうからね。さあ、これで物理学が踏み込まなければならない場所が確定したわ。観測者とは何者かという問いに答えるためには、意識と時空の関係という物理学が最も忌避してきた地雷原に踏み込むしかないの。意識と時空。そう、続きは次回。おい、せめてまとめろよ。
ものっそいまやまやしてんじゃんよ。デコヒーレンスで安心したら、なぜ一つに決まるのかという測定問題が出てきて、ベルの不等式の破れで実在論が封じられて、多世界とキュービズムが出てきたと思ったらキュービズムで時間まで崩壊して、2019年の実験で客観的事実まで消えた。あれ、俺は一体どこにいるんだぜ。もやもや地獄の、さらに一段下よ。降りた覚えがないんだぜ。